街の明かりはついな星崩れ流れてゆくクリスタライいつか出会える愛があるならば悲しいことないね勇気がめく街角呼んでいる声が私には聞こえる瞳すれ違うたび傷ついてゆくけど会いたいあなたにピリ炭火の魔力ふざけやがって！うなぎの味もわからねえくせしやがって。何が合理かな。こら！何をしておるか！おとりすくいしなさい！なぜ！触るんじゃない！いけ！離せ！あの人確か中松警部。これはうなぎ先じゃねえか。いや、忙しいとこわざわざ呼び出したりしてすまねえ。と言ってもあまり忙しそうでもないか。この間のほら屋台のそば屋の花川からいろいろ話を聞いてね、それで今回のことも山岡四郎あんたなら何とかしてくれるんじゃねえかと思ってね。それにこういうことは女の子がいた方が雰囲気が和むからな。何のことでしょうか。いや悪いね、早速引き受けてもらって。おお、こっちだ。ほらこっちこっち。まだ何にも言ってないのに。イカダ屋って言えば老舗の有名なうなぎ屋さんじゃないですか。この男はそこの板前の金蔵ってんだが。おい金蔵、あとは自分で話せ。へえ、私は15の時にイカダ屋の先代に弟子入りしました。おい金蔵、いつまでやってんだ。すいません。よく見とけよ。違うだろう。よく見てろ。いいか、ここはこうだ。そりゃあみっちり叩き込まれました。おかげで先3年串5年焼き8年と言われるこの世界で25の年から先代に代わって全て取り仕切らせてもらってきました。ところが半年前に先代が亡くなってアメリカに留学なさってた若旦那がお帰りになってから店の方針が変わっちまって。イカダ屋をチェーン店に。これからうなぎだけじゃダメだ。他の料理も加えた高級割烹にする。さすがはアメリカ帰りの若旦那。考えることが違いますな。おいおい、若旦那ってのはよしてくれよ。それでやめちまったってわけかい。いえ、中でもどうにもこうにも我慢ならなかったのは合理化とやらのために炭をやめてガスに決めたってことで。どうして？だって今じゃどこだってガスで。ガスで焼いたうなぎなんて
うなぎじゃねえ。おいおいおい、てめえデカじゃねえんだぜ。すんません。大酒食らって銀座の真ん中で刃物振りますなんざ本来なら直ちに豚箱行きなんだが、俺はそばが好きだしうなぎも大好物でね。これからもうまいうなぎが食いてえからここんとこ俺一人の胸三寸に収めるつもりだ。すんません。問題はこいつの働き場所だよ。私はイカダ屋の先代にご恩を受けてここまでになった男です。よその板場に立つ了見はありません。うなぎとは縁を切って何か他の商売でもと。そんなもったいない。これだよ、竹工場のやつだよ。おとなしくイカダにいりゃ今頃てめえニュー銀座デパートの支店ぐらい任されて。あ、ニュー銀座デパート。ニュー銀座ってあの板山社長の。うん。そうなんだ。あれ以来おかげでグルメストリートが好評だから拡張することにしたんだよ。イカダ屋の出店はその中でも目玉でな。それでお願いなんですが。おい君、コーヒー持ってきてくれ。一番上等のコーヒーをな。はい。で、話ってのは何だ。なんですって？イカダ屋に対抗して出店を？出店といっても高級的なものじゃないよ。ほら、イカダ屋の出店するグルメストリートは催し物会場に隣接している。そこで開かれる大江戸物産展に臨時のうなぎ屋を出すんだ。待ってください。私は。なるほど、これは明暗だ。でしょ。板山社長も最初は驚いた様子だったんですけど、商魂たくましく話題作りになるかもしれないってすぐに承諾してくれたんです。冗談じゃねえ。いくら若旦那と喧嘩別れしたからってイカダ屋と争うなんて、そんな先代のご恩に背くようなことはとてもできません。そうかな。イカダ屋に伝わる本物のうなぎの味を守ってこそ先代の恩に報いることになるんじゃ。しかし。やかし言うこと聞かねえなら殺人未遂罪を食らわせてやってもいいんだぜ。さっさと腹クリアに。はい。よし、頑張れ。ありがとうございました。いや若旦那じゃない若社長、開店早々大入り大成功じゃないですか。これからうなぎ屋もかば焼きだけじゃダメですよ部長。この多様化の時代、お客様のニーズを先取りして料理もいろいろなものを盛り付けてやる必要がある。多様化、お客のニーズ、我々デパートと同じですな。さすがアメリカで経済学を学ばれただけのことはありますな。何事も客が何を求め、どんな売り方をすればいいか的確につかむためのマーケティングリサーチと技術革新が大事なんです。うちの店はお客の回転を良くするために注文を受けてから5分以内に料理を出すように心がけているんです。5分以内に。そのためには炭火を使うなんてバカなことはしない。ガスの方が早いし手間もかかりませんからね。ああ、なるほど。しかもあらかじめタレをつけてかば焼きに焼き上げたのをこの温蔵庫に入れておき、注文が来次第それを軽く炙れば出来上がりというわけです。いやはや大変な合理化ですな。見ててください。この合理化で今に全国にチェーン店を張り巡らし、日本一のうなぎ王になってみせますよ。社長、実は何？これは金蔵。そうなんですよ、あの金蔵が。くそー。社長。いらっしゃい。若旦那。いや、金蔵、イカダ屋に張り合って店を出すとはどういう了見だ。恩をあだで返すとはこのことだぞ。大体お前は。まあいい。見てみろ。客は3人。しけた店じゃねえか。わざわざ炭火なんざ使いやがって。うちの店と並んで店を張ってみりゃ
金蔵の考えが古いってことがよくわかるだろうよ。まあこんな店3日と持たないでしょうがね。こっちのやり方が正しいことを証明してくれるようなもんだ。ご苦労なこった。金蔵さん、必ず客を集めてみせます。世の中本物の味の分かる人はきっといるはずだ。さあ張り切って焼くぞ。すごい煙ね。煙を上手に扱うのが焼き物をうまく仕上げるコツなんだよ。例えば油の乗ったサンマなんかは強火で焼いて煙をどんどん上げ、うちわを上下に叩くように仰いでわざと煙を身に絡ませる。へえ、じゃあうなぎは？煙で肌を黒くいぶらせないようにするのと、熱を散らして均等にするためにああしてうちわで仰ぐんだ。金蔵さん、手伝ってやるぜ。ダメですよ。換気扇切っちゃ煙がどんどん流れていっちまう。いいからいいから。でも山岡さん。さあどんどん焼いてくれよ。いい匂いさせてるな。そういえばお腹空いたわね。お、来た来た。いらっしゃいませ。さあさあ、どうぞどうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。どうなってるの？うなぎ屋は煙を食わせると昔から言われてるんだ。煙の匂いを嗅がされたんじゃうなぎ好きにはたまらないってわけだ。お客さん、どのうなぎを裂きましょうか？え？まあ、お、この店はうなぎを選ばせてくれるのかい。ああ、どれも太くて立派だな。うなぎは今が旬ですからね。あら、うなぎの旬は夏なんじゃないの？ほら、土用の丑の日って言うでしょ。ああ、それはうなぎは万葉集にも読まれているほど古くから親しまれた食べ物ですが、丑の日に食べる風習が始まったのは江戸時代からなんです。あるうなぎ屋が土用の頃になるとうなぎが売れないので困って平賀源内に相談したところ、大きな紙に「本日丑の日」と書いて店先に貼らせた。するとその字の見事さと平賀源内先生の言うことなら間違いないと評判になって、土用の丑の日にうなぎを食べる風習が始まったんです。さあ、これなんかどうです？これは青といってうなぎの中の特級品です。黒いうなぎよりずっとうまい。おお、それをもらおう。ありがとうございます。私はあれを。その代わり裂くところから始めますので30分以上かかりますが。まともなかば焼きは時間がかかることぐらい承知してますよ。ねえ皆さん。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃい。いやー、匂いに誘われちゃってね。うなぎ選ばせてくれるってここかい？いい匂いだ。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。ああ、3人前ね。はい、承知しました。3人前追加ですって。もうどうなってるのかしら。はい、6人前お待ち。はい。金蔵さん、3人前追加だ。はいよ。お待たせしました。お待たせしてすいません。はい、お待たせしました。お待たせしました。あ、いらっしゃいませ。こちら3人前追加。何かの間違いですよ。これは一時的な。そうですとも。別に大したこと。じゃああれは何です？はい、お待ちどうさま。おい、こっちも追加してくれ。
ました。はい、6人前上がったよ。はい、ごちそうさま。ありがとうございました。ありがとうございました。金蔵の店は日ごとに客が増えて今はあの繁盛ぶりだ。それなのにお宅は。よう、いかだ屋さん。社長。ごちそうになりに来たよ。はい。ようこそいらっしゃいました。いや、来ようと思っとったんだが、何かと忙しくてね。板山社長においでいただければ光栄です。何しろ食通でいらっしゃるから。ああ、うなぎは大好きでな。昔はよく川で釣って食ったもんじゃよ。いや、今日はたまたま食通の友達が訪ねてくれたんで、それでな。お待ちどうさまでした。お、もうできたんかい。当店自慢のうなぎ御膳でございます。注文してから5分も経ってないぞ。はい、今の時代スピードもサービスのうちですし、客の回転も早まって大勢のお客さんをこなせますから。はい。大勢のお客？誰もいませんな。おお、一人おった。じゃあまあとにかくいただくとするか。いただきます。おい主。はい、お気に召していただけましたか。下げんなこの詐欺師野郎。詐欺とは穏やかじゃありませんね。これが詐欺でなくて何だったんだ。いいか、身はちっともふっくらしちゃいねえ。おまけに中はべちょんべちょんだ。うなぎの香ばしさがねえのに変に油っぽい。まるで出来の悪い焼き魚だぜ。焼き魚？ご冗談を。これは間違いなくうなぎのかば焼きです。お待ちだ。うな丼6人前です。何？うちにうな丼の出前だと？金蔵のうちのもんですよ。ふざけたまねを。どういう料金だ？ああ、こっちだこっちだ。社長。いやいや、あんな急ごしらえの金蔵のうなぎなんかここのに比べたら食えたもんじゃないってことをこの中松警部に分からせてやろうと思ってね。警部さん？なんで警察がうなぎ食っちゃ悪いのか。ああ、いえいえ、そんな。さあさあさあ、木本社長もどうぞ。みんなでこのうな丼を笑ってやろうじゃありませんか。さあさあさあ、どうぞどうぞ。いただきます。うわー、湯気がこんなに勢いよく。たまんねえ。そういや、イカダ屋のかば焼きは湯気なんかなかったな。ああ、暖かではあったけどな。おいしい。うなぎがふっくらホクホクしてて少しもしつこくないわ。ほんとうめえ。それに比べてイカダ屋のうなぎはちっともいい匂いしないぞ。そんな。まあ、ほんと。なぜだ？知っていたのか？いいえ。ガスで焼いたからさ。何？炭で焼くと赤外線の輻射熱で表面だけでなく中にまでよく火が通る。しかしガスで焼くと表面だけ焼けるのでパリッと香ばしくは焼き上がらない。しかもガスの成分は炭素と水素の化合物で、それが燃えると水蒸気が出る。なんでそれじゃ水っぽくなるのは当たり前だ。一方炭は純粋な炭素だから燃やしても炭酸ガスが出るだけで水蒸気は立たない。だからうなぎがすっきり焼き上がる。香ばしいでしょう。炭でなければこの香りは出ない。赤熱した炭の上にうなぎの脂とタレがかかってる。それが焦げてこの香りが出るんです。それにうなぎの風味ほど失われやすいものはない。炊きたての熱いご飯の上に焼きたてのかば焼き、これがうなぎを一番うまく食う方法だ。そうそう、昔もよくそうやって食ったもんだ。イカダ屋さんのように飯とかば焼きを別々に入れたんじゃすぐに冷めて風味を失う。見た目は綺麗でも味の方は落ちてしまうんですね。まして作り置きを温め直して出すなんて論外だ。お伺いしたいんですが、木本社長、店長さんも板場に立たれたことはおありですか？いえ。では料理の3加減というのは？それなら知ってますよ。火加減、味加減、盛り加減のことでしょ。その通りです。
では魚の火加減については？それは遠火の強火。そう。しかしガスで魚を焼く場合、その遠火の強火がそもそも難しいんですよ。そういえば金蔵もそんなこと言ってたかもな。うなぎを最もうまく食べる方法として洗練され完成されたのが、つまりかば焼きなんです。客から注文を受けたら、まずうなぎを関東なら背開き、関西なら腹開きにし、尾の方を長めに1/2に切って串を打つ。次に皮を7分、身を3分の白焼きにし、皮を下側にして蒸す。タレは醤油、みりん、たまり、砂糖、酒などにうなぎの頭や中骨を軽く焦がして入れ、沸騰しない程度に温めたものを冷まして作る。蒸したものにこのタレをつけて、身が丸まらないように皮を下にしてさっと焼き、裏返して身を焼く。タレをつけては焼き、焼いてはつけて、最低2、3回はタレをくぐらせる。タレがうなぎに味をつけ、うなぎの脂がまた亀のタレに深みを増していく。そうやってこの深い味が作られるんですね。中でも焼きは一番難しいとされ、一人前になるのに8年、その後も修行は一生とさえ言われている。その火を左右する炭は備長炭が良いと言われるが、全てちゃんとした訳があるんです。備長炭は火持ちがいい上に炎が出ないんです。つまり遠火の強火で焼くのに最も適しているんですよ。だから親父はわざわざ炭を。合理化といってガスを使い、それでうなぎがうまくなるならいい。しかし事実はご覧の通りです。炭火の魔力にはかなわない。炭って本当に不思議なもんなんですね。炭一つとってもそれだけ気を使う。うなぎのかば焼きっていうのは、ただ一箇所手を抜いただけでも出来の悪い焼き魚に落ちてしまうんだ。私は親父に対して恥ずかしい。商売の合理化ばかりに気を取られ、肝心の味をおろそかにしてしまったんだ。お客さんはバカじゃない。本物を選ぶのよ。で木本さん、これからどうする気かね？はい、昔のいかだ屋のやり方でやり直してみようと思っています。そりゃ結構。しかし金蔵なしでもできるかね？いや、それは。いかだ屋の若旦那、よかったら板前を一人雇ってもらえないかと思ってね。おう。金蔵。物産展が終わるとこいつの店も閉めなきゃならねえ。するってと金蔵は失業ってわけだ。どうで若旦那。金蔵、あんな仕打ちをしたのにお前は。若旦那、すまない金蔵、許してくれ。私はもう一度いかだ屋で働かしてください。若旦那、戻ってきてくれるのか金蔵。金蔵、若旦那、こいしょ山岡君、一番儲けたのはわしだな。このグルメストリートに文字通り名店を一つ手に入れたんだからな。遠
我が東西新聞社はアフリカへ寄付するための募金を始めたの。まず最初にお願いに行ったのが日本三大ケチの一人と言われる大日石油の成沢社長。ところがこのケチ兵さん、高級料理をご馳走しようとしたら怒るのよ。人のお金でも無駄遣いは嫌なんですって。根性の座ったケチだな。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ接待の妙」お楽しみに。